こんばんは、ゆうかです。今日は昼間に父親の車を運転させてほしくてちょっと郊外の方に行っていたので撮り始める時間が遅くなっちゃいました。今日作っていくのはこちら、じゃーん。プレ版限定のガンダムアーティファクト量産型キュベレーとキュベレーの3体が作れるキットになります。正直3体もいるのかって感じはしたんですけれども、サイトに載ってたこの写真がかっこよすぎて私もこんな風に塗装したいなと思ってポチってみました。キュベレー自体はアーティファクトの第3弾で発売されていたのでそれは同じみたいなんですけれども、量産型のキュベレーはこのキットのために開発されたそうなので、こちらの違いも楽しんで見ていきたいなと思います。それでは本編をご覧ください。早速開けていきます。おー、すごいいっぱい。一つの機体を作るランナーが5枚入ってます。こちらが通常のアーティファクトの色で、今回グレーとクリアパープルが入っています。今回はこちらのノーマルカラーの方でキュベレーを作って、こちらの2色は量産型キュベレーを内部フレームと外装を入れ替えて作ってみようと思います。ランナーの他に入っていたのは説明書が1枚、恒例のガムが1個、アーティファクトのロゴシールが入っていました。どうやって作ろうかなと思ったんですけれども、3体とも同時進行で進めていきたいなと思います。大丈夫か？頑張ろう。説明書が小さくて見にくいのが難点ですね。ランナーの番号も20番台があったり30番台があったり50番60番バラバラなんです。まずは腕の組み立てです。今回は手元を取るように iPhone をここに設置してるんですけど、これを拡大鏡代わりにして作るぐらいでちょうどいいかもしれない。いただいたコメントを見ると結構拡大鏡を使って模活されている方多いみたいなので、私も疑似体験をできた気がしますが、慣れが必要そうですね。拡大して見えて便利ですが、癖で肉眼で見てしまいます。アーティファクトはパーツが小さい上に番号で探すのも形状で探すのも難しく、パーツの切り出しにものすごく時間がかかります。この段階で心が折れそうです。そして組み立てですが、ちっちゃすぎる。久々に作るとこんなに小さかったっけって驚くほど小さいです。指じゃ無理。もうピンセットを使ってやるしかないんだけど、ただピンセットもね、使ってると飛んでっちゃう時があるので気をつけなくてはいけませんね。うわ、見てください、この手。1センチ1センチ角以内のところにこんな細かい造形。うわ、関節までちゃんとある。ある意味ちょっと変態ですよね。もちろんいい意味でです。このサイズ感だと現在の画面の映像のように見える穴が肉眼では見えなくて、どことどこがはまるのかほぼ感覚的なものになります。でも思ったほど合わせ目とかもよく見ると気づいちゃうけど、肉眼だとあんまり気づかない。待って、もう30分経っちゃうんだけど、嘘でしょ。まだこんだけしか組めてないのにこれ作りもあるか。小さいからって制作時間が短いとは限りません。この肩のパーツが組み合わせ後も一番取れやすい箇所でした。塗装を考えていないのなら組み立てながら接着することをおすすめします。この小さいパーツ一つをはめ込むのに4分もかかりました。隙間ができちゃうんですけど、これもっとグッていくってこと？壊しそうだな。大丈夫ですか？ここはあれなんだ、空いてるのがノーマルというか普通なんだね。把握しました。あんまギュッてやるとこうやって白くなってポキッていっちゃうんで、ちょっと優しくやってあげよう。お姉さんが優しくしてあげるね。お姉さんっていうかもうおばさんだけど。はい、右腕ができました。42分かかりました。マジか。でもめっちゃ細かいですね。中の方までしっかり見えるようになってます。うへー、これの塗装か。骨が折れそうだ。量産型キュベレーの方も同様に組み立てていきます。肘から下のパーツがキュベレーとは異なっていました。量産型の腕もできました。それぞれこんな感じです。
外装と内部フレーム入れ替えて作ってみたんですけど、これめちゃくちゃかっこよくないですか？クリアだと中が透けて見えてすごくいい感じです。腕だけでこんなかかるとは、イライラしちゃう人多いだろうな。続きも頑張ります。次は胴体の組み立てです。こちらもキュベレーから組み立てていきます。なんだかんだこのカラーが一番見やすいです。本編とは全く関係ないですが、何も触れてないのにカメラが勝手に動いていました。怖いなぁ怖いなぁって思うでしょ。この後もっと怖いことが起こるんですよ。さあ一旦本編に戻りましょう。見てください、このちょろひげみたいなの、めっちゃちっちゃい。これどうやってこんなパーツ作ってんでしょうね。すごいわ。アーティファクトを作る時に肝心なことは、この小さいパーツをなくさないこと、パーツの切り出しを間違えないこと、そして力を入れすぎてパーツを割らないこと、これに限ります。小さくて見えづらいのでイライラしない寛大な心も必要です。これは器用とか不器用とかいうよりも忍耐力が試されそうな気がします。普段作ってるプラモデルは作りやすいサイズ感になってるんだなぁとありがたみを痛感しました。はい、キュベレーの胴体ができました。細かい。すごいですね。下に置いてみると3センチ3センチの中に入るぐらいのスケール感です。残りの2体の胴体もサクッと組んでいきますよ。グレーの内部フレームにクリアパーツを合わせる場合は、組み合わさる凹凸が外からでも見えて組み立てやすかったですが、しかしここで恐怖が襲ってくるんですね。終わった取れた。これまずいな、どうしよう。とりあえずはいつものこれ、ミスターセメントスーパーパワーを使ってみました。大抵のものはこれでくっつくと過信している節があります。とりあえずここはどうにかくっつきそうでほっとしたのもつかの間、さらなる恐怖が襲ってきます。こっちも行っちゃった。もう最悪。はい、クリアの方も同じところが折れました。同じように接着しようとしたんですけれども、あれクリアってくっつかないの？このクリアパープルは MABS という素材みたいで、ミスターセメントではくっつかないことが判明しました。はい、胴体もできました。こちらがキュベレー、こちらが量産型になります。正面のこの部分が違うパーツになります。グレーのここはどうにかくっつけることができたんですけれども、クリアパーツの方はこちらではくっつかなかったので、これも乾かしたいですし、後日別のものを使って取れてしまったところをくっつけておこうと思います。今日のおやつはこちら、濃厚粒引き黒ごまプリン。杏仁豆腐とマンゴープリンは見たことあったんですけれども、黒ごまプリン初めて見たので買ってみました。黒ごま好きなんですよね。それではいただきます。滑らかです。ごま美味しい。こちらのシリーズの杏仁豆腐もマンゴー豆腐もね、マンゴー豆腐違うマンゴー豆腐はまずい。違う、マンゴープリン、どちらもね美味しいので、このアジア茶房、このシリーズ全部美味しいんですね。最近暖かくなってきて喉越しがいいスイーツが食べたいので、コンビニなどで買えるおすすめの商品あったらぜひ教えてください。もう食べ終わっちゃいました。美味しかった。ごちそうさまでした。はい、前回の撮影からずいぶん期間が空いちゃいました。取れてしまったパーツをくっつけるためにいろいろ調べたんですけど、こちらのアロンアルファ光がクリアパーツには相性がいいということで買ってみたので、早速使っていってみようと思います。方法は簡単。接着する面の片方にアロンアルファをつけます。接着する前にアロンアルファの蓋は閉めておきましょう。位置を定めてギュッと押さえます。しばらく押さえているとある程度くっつくんですけれども、ここで LED ライトの出番。
はみ出た接着剤にライトを当てて硬化します。使い方には5センチ離してライトを当てると書いてあるんですけれども、近くで当てても大丈夫そうでした。10秒ほど当てただけでかなり頑丈にくっつきました。接着した箇所も白浮きしていません。これは思いがけずいい製品と出会えてよかったです。次は右足を組み立てていきます。足は腕と胴体に比べてパーツ数が少ないのもあってとっても組みやすかったです。たった4分で片足作ることができました。よし、キュベレーの足ができました。量産型の方もやっていきます。クリアが入っている分、こちらの方が見にくかったので時間はちょっとかかってしまいましたが、パーツを入れ込む場所を間違えなければサクサク作れます。はい、量産型キュベレーの方の足もできました。量産型の方が先っぽが尖った魔女みたいな靴をしています。で、膝の方は通常のキュベレーの方が尖ってる箇所が違うみたいです。最後に頭部とファンネルラックを組み立てていきます。キュベレーのファンネルラックですけど、見てください、この小さいパーツ。5ミリ四方もないかもしれません。まずはキュベレーの頭、2パーツで構成されています。ちっちゃ量産型キュベレーにつくアンテナはめちゃめちゃ細くって折れてしまわないかとても心配でした。キュベレーのファンネルラックは特に問題なく組み立てることができたんですけれども、形状の異なる量産型キュベレーのファンネルラックの方は折れた。さっきのアロンアルファまた使っていきます。クリアカラーの方が折れやすい印象でした。アーティファクトを作るときは 2,3 箇所は必ず壊れると思って作った方がいいと思います。それぞれのパーツができました。こっちが通常のキュベレー、こっちが量産型のキュベレー。ずいぶん形が違うんですね。頭の形も結構違います。全部のパーツができたので合わせてみます。組み合わせるだけだから超簡単と思ったら、こっからが一番の地獄でした。マジもうやだ。一箇所くっつけるとどこかしらのパーツが取れるという負のループにはまりました。特に序盤で取れやすいと伝えた肩のパーツと足の付け根の外装が外れやすく、接着剤でくっつけられたらどんなにいいかと思いました。後から塗装を考えているので接着をせず頑張りましたが、とても小さいパーツが飛んでいった瞬間、嘘でしょ？今のは絶対探せないって。心が折れて撮影を中断。3体組み合わせるのに1時間以上かかりました。で、出来上がった完成がこちら。真ん中がキュベレー、両サイドが量産型キュベレーになります。1体ずつ見ていきます。まずはキュベレー。この安定感のあるカラー、落ち着きます。小さな凹凸までよく見えます。次にクリアカラー外装の量産型。通常カラーと比べるとイメージがかなり異なります。好みが分かれそうです。次にグレー外装の量産型。外装は通常カラーと同様の素材で凹凸が見えやすいです。色が違うだけで全く別物のように見えるから不思議です。後ろ姿はこんな感じ。量産型のスカートには両サイドにランスのような形状の仏器らしきものがついていてかっこいいです。3体ともこの部分動かすことができるのですが、他の部分が取れそうなのであまり動かしたくないです。最後組み合わせる時パーツが飛んでいってしまったここの部分なんですけど、結局ここのパーツ見つかりませんでした。なのでここのパイプ部分なくなった状態になってます。下から見てもどの角度で見ても情報量がすごい量です。こんなに小さいのにほんとすごいなって思います。プラモでもこのデザインで出してほしいくらいいい形状をしています。小さいってどれぐらいだと思います？測ってみたら高さ約6センチでした。思ってたより小さくて自分でもびっくりしました。皆さんはこの3カラーではどれがお気に入りですか？コメント欄でぜひ動画の感想と一緒に教えてください。はい、というわけで今回はガンダムアーティファクトのキュベレーとキュベレー量産型を作りました。正直今こうして手に持ってるだけでめちゃくちゃ怖いです。崩れてしまいそうで。
お安いお値段ではなかったので買うか悩んでたんですけれども、3体も作れてボリューム満点だし、私はアーティファクトすごい好きなので買ってよかったなと思います。キュベレ量産型が気になってた方も参考に少しでもなれれば幸いです。今回の動画も最後まで見てくださってありがとうございました。最近なかなかプラモ作る時間が作れなくて更新頻度かなり落ちてますけれども、3月中にやらなきゃいけないこといろいろ済まして、4月からまた心を新たに頑張っていきたいなと思います。とか言うと皆さんに心配かけちゃう可能性がありますので、あくまで私の原稿を害さないペースで活動していきます。ぜひチャンネル登録とグッドボタンで応援いただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。冒頭で言っていた父の車で運転練習をした映像です。後ろに乗っている母に撮ってもらいました。私の車は小さくて車高も低いので街乗りには向いているのですが、大きい車は先までよく見えて乗り心地がいいですね。街中では絶対運転させてもらえないので郊外を走っています。ドライブ気分をお裾分けです。